さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、油を一切使わないのにめちゃくちゃふわふわでしっとりしてる絶品抹茶のシフォンケーキ、こちらご紹介します。最後まで見たらですね、もうびっくりします。作れるようになりますので、ぜひ見てください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。卵とですね、これきび糖、ホワイトチョコレート、あとお水です。で、薄力粉とベーキングパウダー、あと抹茶パウダー、これで作っていきたいと思います。はい、じゃあまずこちらボウルにですね、チョコレート、ホワイトチョコレートとお水を入れます。で、今回のレシピは油が一切入ってないんですね、サラダ油が。で、このホワイトチョコレートに入ってるカカオバターっていう油を使って、今回のシフォンケーキはふわふわに作っていきます。はい、じゃあこれを 600W の電子レンジで30秒を何回かに分けて温めて完全に溶かしていきます。はい、じゃあ次は粉をふるっていきたいと思います。これ薄力粉ですね。薄力粉とベーキングパウダー、抹茶です。で、必ずふるってください。ダマになっちゃうので。で、ふると全部の粉がこう混ざり合うので、それを狙ってます。あとはこう見てもらうと分かるんですけど、結構ダマが残っちゃうんで、これがいらないので必ずふるってください。で、これまだね、全然混ざってないんですよ。見てもらうと分かるんですけど、なのでいつも言ってるんですけど、3回ぐらい必ずふるって粉は準備しておいてください。あと2回ふるっておきます。はい、じゃあ卵なんですけど、卵黄と卵白に分けていきます。こっちの大きい方メレンゲにするんで、こっちの方に卵白ですね。こっちは卵黄を入れていきたいと思います。はい、じゃあこれチョコレートと今水ですね。温めたやつです。これまだ溶けてないんですけど、ホワイトチョコレートって溶けづらいので、今すごい熱い状態なので、このままちょっと混ぜます。はい、これ今水とチョコレート混ざった状態ですね。そしたら卵黄です。これを一気に入れちゃいます。で、卵黄は卵黄自体は油なんですけど、卵黄には水と油を混ぜる効果があるので、ここでしっかり混ぜ合わせてください。一般的なシフォンケーキでいうと、油と卵黄が今混ざってる状態ですね。で、今回は入れてなくて、チョコレートの油でシフォンケーキをふわふわにしていきます。まあ、こんな感じです。はい。で、ここにさっきふるっといた粉も全部加えちゃいます。で、ここで混ぜすぎたら失敗しちゃうとかないので、もうしっかりもう混ぜまくってください。で、こうペーストみたいな感じになるので、混ぜるのはポイントです。まだタラっとした状態ですね。で、この後メレンゲを泡立てて、ここに混ぜれば、もうシフォンケーキのベースはできちゃいます。じゃあ次メレンゲ泡立てていきます。はい、じゃあ卵白に砂糖入れてメレンゲ作っていきます。これね、砂糖は全部一気に加えちゃいます。一気に加えた方がきめの細かいしっとりとしたメレンゲが立つので、シフォンには絶対それが必要です。じゃあちょっと泡立てていきます。はい、泡立ちました。今こんな感じですね。もう全然動かしても滑って動かないぐらい。で、最初めちゃくちゃ速い高速、これ5番で立ててたんですけど、その後、4番にちょっと下げて立てました。そうすると、こうきめの細かいメレンゲになるんで、ちょっとスピードを下げて回してあげるのが結構コツです。こんな感じですね。動かないメレンゲ。じゃあこれで作っていきます。はい、じゃあこれさっきのベースと、これメレンゲですね。混ぜていきたいと思います。で、こっちのメレンゲを、こっちのベースの方にちょっと入れます。これ適当で大丈夫です。何かというと、これ泡で、こっちはベースがちょっと重たいので、こう硬さを調整する感じですね。こうやって混ぜて。ある程度混ざったら、泡立て器はもう使わないです。このメレンゲのベースの方に、こっちを入れていきます。はい、今メレンゲと卵黄とか油の液体が入っている状態ですね。これをゴムベラを使って混ぜ合わせていきます。真ん中に入れて底をすくうやつですね。
これですね、油の代わりにホワイトチョコ入れてるって言ったんですけど、何もホワイトチョコレートの理由ってそれだけじゃなくて、抹茶とホワイトチョコレート合わせると焼いた時に緑がすごい綺麗に出ます。抹茶の緑が綺麗に出るんで、ホワイトチョコその点でもおすすめです。で、これもう混ざってるんですけど、こうやってね、混ぜても全然しぼまないです。だからもう一切気にすることない。これだと混ざんないんでもはや意味ないんですけど、粉っていうかベースとメレンゲをこうしっかり混ぜてあげるのがふわっと膨らむポイントです。シフォンケーキになるポイントなので、必ずしっかり混ぜてください。で、卵白に最初から砂糖全部入れて立ててるんで、もうね、全然もう見てください。無敵状態です。全然大丈夫。で、これ見てもらうと分かるんですけど、ちょっとこうツヤが出て、もうね、これ以上しぼんだりしないんですけど、ツヤが出るのがね、こう混ざった証拠。流れるような感じで結構今ね、ツヤツヤなんですよ。ちょっと伝わるかな。で、この状態になったら、もう混ぜてもあんま意味ないんで、型に流していきたいと思います。今日シフォンケーキ型です。はい、シフォンケーキの型なんですけど、これ取れるやつで、紙とかだとちょっと滑っちゃうんで、アルミにしてます。アルミだとここにしっかり貼り付いて、バチって綺麗に立ち上がるんで、できればアルミの型の方がいいと思います。で、これに流す前にオーブン180度に予熱してください。焼くのは170度です。10度ちょっと高めに温めます。そうすると、こう、入れた瞬間から一番、大切な温度、ベストな温度で焼き上がれるので、必ず予熱は10度高めにしといてください。はい、じゃあ生地、これ流していきたいと思います。はい、これ今生地流したんですけど、これね、型の性質上、今1箇所からこうバーって流していったんですけど、中に気泡ができちゃうんですよ。で、それを防ぐために、ちょっと手間なんですけど、こう竹串とか箸で、こう中をこうね、くるくる混ぜてあげる。これ最初内側、だんだんと外側。こう20回ぐらい混ぜてもらうと、より中の気泡が安定して、綺麗なシュワッとしたシフォンケーキできます。ちょっと手間なんですけど、こうやって混ぜてください。はい。で、これトントンとかしなくても何でもいいんで、このまま、オーブンレンジですね。入れて焼いていきます。はい。焼き上がりました。はい。これ粗熱取れたので、この後型を外していきたいと思います。さあ、できました。完成です。いい感じ。ふわふわ。めちゃくちゃ完璧です。さあ、最後までありがとうございます。ちょっと食べてみたいと思います。もうね、めっちゃふわふわですよ。めちゃくちゃふわふわですよ。これね、油入ってないなんて多分ね、わかんないと思う。めちゃくちゃ美味しい。ちょっとポイントのおさらいですね。今回、メレンゲ泡立てたと思うんですけど、砂糖は最初から全部入れてください。そうすると、しっとりとしたこのふわっとした食感を出すには、全部入れちゃった方がいいです。これ結構大事なポイントです。あとは粉を入れてからこう混ぜないとかダメですよ。もうしっかり混ぜて、しっかり混ぜて、そうすることによってこのふわっとした骨格っていうんですけど、この硬さも維持できます。メレンゲと、粉を混ぜること、これすごい大事です。あとホワイトチョコレートを入れた理由、皆さん覚えてると思うんですけど、ホワイトチョコに含まれているカカオバターっていう油を使って今回サラダ油を入れないっていう方法をとってます。でかつホワイトチョコを入れることによってこの抹茶の緑の部分ですね、それが綺麗に出るので、ぜひホワイトチョコレートで一回作ってみてください。甘さを足したいわけじゃないです。その原料を使って綺麗に作ってるんで、そこめちゃくちゃポイントです。ありがとうございます。最後まで見ていただいて、チャンネル登録、コメントぜひください。全部返していきます。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。